東京エクストリームウォーク2023秋大会イーストコースの第2弾ということで歩いてみました。今回は前回桜駅から小林駅まで歩いたので、今回小林駅から歩いていこうと思っています。まずは朝一で千葉駅を出て小林駅の方に向かいます。始発なので銚子行きに乗って成田で乗り換えて小林駅に向かうような形になります。小林駅に着く頃には周りも明るくなって、歩きやすい感じになってきました。では小林駅からスタートします。今回もトイレの場所や水分補給ができる場所を見ながら歩いていこうと思います。10月10日にイーストコースのルートが一部変更になったので、その部分については Google Earth の方でちょっとルートの方を確認しつつ、進んでいくような形になっています。今日は小林駅から出発です。まず小林駅を出て正規のルートに戻ります。早速成田線と追いかけっこのような状態になります。今回は鉄道の方が見れるのもここだけで、しばらく歩いていくともう電車の方を見ることができませんでした。早速自販機が見当たらないってところからスタートしているので、前回の第1チェックポイントから第2チェックポイントの間はかなり自販機がないような状態が続きます。なのでさっきの小林駅とかによって、トイレだったり自販機とかで飲み物を買ったりとかすることもできるんじゃないかなと思います。小林駅はあれですね、改札の外にトイレがあるので、駅によると改札に入らなくてもトイレを借りることができるってところはポイントになるかなと思います。小林牧場の方に向かって歩いていくと、ここら辺はあれですね、ちょっと歩くと自販機に出会うというような形なので、案外飲み物を自販機で買おうと思っている人にとってはあれですね、案外歩きやすくて買いやすいようなところかなと思います。もう45分も経った。空がすごいいい天気だったので、空を見ながらちょっと山の中を進んでいきます。ここら辺は歩道がしっかりしていて、道路も綺麗なので、車の心配はしなくていいかなと思います。そうですね、ここ歩いていくとちょくちょく自販機を見ることができました。で、しばらく歩いていくと、この鱗雲のような空の下をしばらく歩いていくと、曲がり角のところにちょうどコンビニがあったんで、ここでちょっと調達して先に進んでいこうと思います。ここはあれですね、そんなにいっぱい交差点があるわけではないんで迷うことはないかなと思いますが、一応 GPS で確認して、先に進んでいます。実際大会の時はここはもう昼過ぎてるかなと思ってるので、こんなゆっくり朝の景色を楽しみながら行くことはできないかなと思います。で、まっすぐしばらく歩いていくと、ちょっとメインの通りから離れた曲がり角の方に曲がっていくような形になります。で、そこはあれですね、曲がっていくと不法投棄反対みたいな、そういうと看板があるようなちょっと山道を歩いていくような感じになってきます。で、ちょっと歩いていくと畑が見えてくるので、ちょっと開けたところを歩いていって、突き当たりのところを、曲がるような形になります。
まあ突き当たりっていうよりかはT字路ですね。T字路のところで右側に駐車場が見えたところで曲がっていくとちょうどいいかなと。で、この道を下っていくとちょっと街中に出てきて、街中のところにまあ結構店があるので、ここでなんかあれですね、食事をしたりとかもできるんじゃないかなと思っています。途中あれですね、セブンイレブンもあるので、食料とか、あとはあれですね、水分とか、まあおトイレとか借りて進むことができるんじゃないかなと。で、しばらく進んでいくと、今度はあれですね、ここからですね、新ルートっていうか、ルートが変更になったところなので、ちょっと辿っていくと、川っぺりをですね、歩いていくというような感じになります。で、第2チェックポイントのところに一度入って、まあ、ここ休憩場所ではないんですけど、近くにあった、あれですね、キャンピング施設のところでちょっと休憩して歩いてたので、そこの風景を撮ってます。で、また同じルートを戻って、あれですね、印旛沼の方に歩いていくというような感じになります。ちょっとルートが変わっちゃったんで、動画の方は一部はしょって、ルートに正しいルートですかね、新しいルートになるような形でちょっと作っています。で、新しいルートだと印旛沼の遊歩道みたいなところを一度来て、第2チェックポイントに入ってからまた第2チェックポイントからその遊歩道みたいなところに戻っていくようなルートになってました。そうですね、以前のルートは結構車通りが激しくて歩道がないところだったので、そこがちょっと新しいルートになったので安心かなと。で、まあ等間隔っていうか一定な間隔でトイレもあるので、結構歩きやすかったりとかするかなと思います。ここあれですね、朝行った時は眺めが良かったんですけど、果たして当日はどんな感じになるのかちょっと楽しみですね。で、そうですね、しばらく歩くとまたトイレがあるので、まあ結構ここら辺はまあ歩く人とかに向けた施設がすごい整備されてるかなと思います。ちょっと橋のたもとのところに温泉っていうかスパみたいなところがあったんで、まあ、寄りたいなと思ったんですが、当日はさすがにそういうとこ寄れないと思うんで、今回もスルーして橋を渡っていくことにしました。で、橋を渡ったら大通りのところを曲がって街中を進んでいくような形になります。そうですね、街中なのであれですね、道路際に自販機がいっぱい並んでて、まあさっきから自販機の話ばっかりしてますけど、結構暑い日だったりすると喉が渇くんで、こういうとこがあると把握しておくといいかなと思います。そうですね、途中で曲がっていくんですけど、曲がっていくところにちょっと細い道に入るところがあるので、そこを間違えて大通りのまま行っちゃうとちょっとルートとずれちゃうので、 GPS を見ながら歩いてた方がいいかなと思います。で、しばらく歩いていくと、ここはあれですね、我孫子駅の近くかなというような感じで、駅前の通りになってるようなところを通過します。まあここら辺は駅前なんでコンビニとか結構あって、まあここは歩きやすいかなと思います。
で、だいぶ道も大通りになってきたので、横断歩道とかがあるので、ちょっとそこ体力があるかってところはちょっと心配になるんですけど、まあ歩いていけますね。で、あけぼの公園の方に入っていって、そうですね、あけぼの公園の方は結構農道みたいなところを歩いていくので、まあ、間違うことはないとは思うんですけど、まあ道なりに歩いていって進んでいきますと。で、ちょうど歩いた日はあれですね、コスモスの花が綺麗だったので、まあ、コスモスの花を見る人がいっぱいいて、ちょっと混んでるような状態でしたね。まあ当日までコスモスが持つのか、まあ持ったとしても夕方ですね、夕方か夜ここに到着する予定だと思うので、まあ見れるかどうかっていうところはちょっと当日の楽しみということで、第2チェックポイントを後にして進んでいきます。で、第2チェックポイントから第3チェックポイントは案外距離が短いんですけど、違いますね。ここ第3チェックポイントでしたね。第3チェックポイントのあけぼの山を過ぎてから第4チェックポイントに向かうところですね。そこのところでは一旦ちょっと山登りっていうか階段登ってから進んでいくような形になります。前回自転車で通った時はこの階段が登れなかったので遠回りしたんですけど、階段を登っていくと案外近道で進んでいくことができました。ここのところですね、ちょっと通りに出ると、まあ当日は夜なのであれですね、車通りがどうかわからないんですけど、ちょっと迷っちゃうと違うところに行っちゃうような場所があるんで、ここもちょっと地図を見ながらちゃんと歩いていった方がいいかなと思います。で、道なりに進んでいって、まあそうですね、ところどころ脇道に入っていくところがあるので、ここも地図を見ながら確認してると。で、進んでいくと、あれですね、一旦ちょっと山道みたいなところを一瞬歩いた後に、隣の通りですね、そちらの方に出てくような感じになります。で、進んでいくと、あれですね、まあ自販機とかあるんですけど、まあちょっとまた脇道に入っていくような形になるので、間違えずに入っていきますと。で、昔多分ガソリンスタンドだったところがセレモニーホールになってるんで、間違えずに進んでいきます。で、第3チェックポイントのあけぼの公園から第4チェックポイントの柏の葉公園は、まあ距離が短いので、まあここはすぐ着くかなと思って歩いてたんですけど、ここまあそうですね、そんなに簡単には着きませんでしたね。まあちょっとここが何時頃通るのかっていうのはまあ楽しみですけど、まあ真っ暗な場所ではないと思うんで安全に歩けるかなと思います。まあちょっとあれですね、途中Google マップと GPS を見ながら確認していくというところがいいかもしれないですね。で、案外まあ途中自販機があるので、まあそんなに大量にカバンに詰め込まなくても、ここまで来ちゃえばある程度必要な時に、入手はできるのかなと思います。進んでいくと遠くの方に背の高いマンション群が見えてきたら、
柏の葉公園の近くかなというような状態になってきます。道の方もまだあれですね、整備道中なんですけど、広い道があって、ちょっと歩いていくと、そうですね、まだガードレールが、きちんとしたガードレールじゃないようなところを進んでいくと、あれですね、つくばエクスプレスの、あれですね、つくばエクスプレスの橋を渡って、柏の葉公園の方に回っていくというような感じになっています。そうですね。今回は第4チェックポイントに行かずに、最寄りの駅でおしまいにして、第3弾の方に振ろうということで、一旦今日はここでおしまいです。こんな思想動画ではあるんですけれども、お付き合いいただきありがとうございました。興味がありましたらチャンネル登録をお願いします。